解説。2024年公開映画ベスト10、必見の名作を振り返る。マリサ、2024年にはどんな映画が公開されたのかしら？ 2024 年は映画業界にとって特別な年だぜ。大作から話題作まで、注目の映画がたくさん登場する年なんだ。それは楽しみ。どんな映画があるのか、気になるわ。そこで今日は、2024年公開映画トップ10注目作を一挙紹介ってテーマで、必見の映画を一挙に紹介するぜ。それなら、今すぐ知りたいわ。どんな映画がランクインしているのか楽しみ。第10位、ゴールデンカムイ。ゴールデンカムイは、北海道の大自然を舞台にした冒険活劇だぜ。原作は人気漫画で、アイヌの近海をめぐる壮大な物語だ。アイヌの近海？それってどういう意味なの？まあ、ちょっと説明するぜ。アイヌの近海は、アイヌ民族が隠し持っていたと言われる貴重な近海で、その行方を追うために物語が展開するんだ。主人公杉本佐一は、日露戦争の英雄で、近海を探し求める冒険の途中で様々な仲間たちと出会うんだぜ。なるほど。近海をめぐる冒険がメインの物語なのね。でも、どんなキャラクターたちが登場するの？キャラクターがすごいんだよ。杉本佐一はもちろん、個性的な仲間たちも登場するんだ。例えば、アシリパというアイヌの少女が重要な役割を果たすし、彼女と佐一の絆も大きな見どころだぜ。アシリパさんも登場するのね。それにしても、この映画、どんなところが特に注目されているの？映画版では、実際に北海道の大自然を舞台にした撮影が行われたから、景色の美しさが本当に素晴らしいんだ。自然と人々の生活、そして近海をめぐる冒険が見事に描かれていて、観客を圧倒するような迫力があるぜ。それはすごいわね。特にどんなシーンが印象的なの？やっぱり戦闘シーンだな。杉本とアシリパが力を合わせて戦うシーンは、激しいアクションと緊張感が満載だ。原作の壮大なストーリーに忠実に、映画でもスリリングな展開が繰り広げられるから、見る者を一気に引き込むんだぜ。そんなに迫力があるなんて、しかも原作のファンにとっても、実写化が楽しみな作品ね。まさにその通りだぜ。原作の忠実な再現がされているし、キャラクターたちの個性がうまく映画に活かされているんだ。原作ファンだけじゃなく、映画を見るだけでゴールデンカムイの世界観を堪能できること間違いなしだ。第9位、11人の賊軍。11人の賊軍は、時代劇としても歴史的な背景がしっかりしていて、かなり注目の作品だぜ。戊辰戦争を舞台にした物語で、死刑囚たちが新政府軍に立ち向かう姿を描いているんだ。死刑囚たちが？それってかなり衝撃的な設定ね。どんなキャラクターたちが登場するの？登場するキャラクターは、実際に歴史に名を刻んだ人物たちだぜ。主人公は、死刑を宣告された者たちが、新政府に立ち向かうために結集するという展開だ。死刑囚たちが反乱軍として戦うんだ。どんな展開になるのか、すごく気になるわ。映画の魅力は、そのヒューマンドラマにあるんだ。反乱軍として戦う彼らが、命を懸けて何を守ろうとしているのか、それぞれの過去や葛藤が描かれているからこそ、ただの戦争映画じゃなくて深いドラマが展開するんだ。それぞれのキャラクターがどう成長していくのかがポイントなのね。でも、どんなエピソードが特に印象的なの？一番印象的なのは、反乱軍が初めて大規模な戦闘に挑むシーンだな。彼らが戦う目的や仲間を思う気持ちが交錯して、戦闘の中でどれだけ命がかかっているのかがリアルに感じられるんだ。それは本当に心に響きそうだわ。映画全体のトーンはどうなの？物語全体はシリアスで、戦争の悲劇や人間の強さと弱さがしっかり描かれている。ただし、エンターテインメント性も高くて、戦闘シーンの迫力は観客を引き込む力があるぜ。なるほど。戦争のリアルさを描きながらも、しっかりエンタメとして楽しめる映画なんだね。キャストにも注目しているわ。キャストがまた豪華で、特に山田孝之と中野大河のダブル主演が注目だな。彼らの演技が物語に深みを与えているし、
役柄の成長も感じられるところが見どころだぜ。第8位、シビル、アメリカ最後の日。この映画はかなり注目作だぜ。シビル号アメリカ最後の日は、近未来のアメリカを舞台にしたディストピアスリラーなんだ。内戦状態のアメリカで、ジャーナリストたちが反乱軍の動向を取材するというストーリーだぜ。内戦状態のアメリカ？それってかなり衝撃的な設定ね。近未来のアメリカが舞台で、社会が崩壊していく様子が描かれているんだ。反乱軍と政府軍が対立する中、ジャーナリストたちがその真実を追い求めるんだぜ。ジャーナリストたちが真実を追うっていうところが重要なのね。どういう風に物語が進んでいくの？物語は、ジャーナリストたちがホワイトハウスを取材する過程で、反乱軍がどんどんアメリカを占拠していく様子を描いていくんだ。取材を続けるうちに、彼らは政府の隠された秘密を暴こうとするんだけど、その過程がスリリングで、見る者を引き込むんだ。政府の秘密って、どういう内容なの？そこが映画の見どころだな。政府が反乱軍との戦争を長引かせるために秘密の武器や戦略を取っているっていう、かなり暗い真実が明らかになるんだぜ。こういった政治的なテーマが物語に深みを加えていて、ただの戦争映画じゃないんだ。それだけでもかなり興味深いわね。でも、アクションシーンや戦闘シーンも気になるんだけど。もちろん、アクションシーンは圧巻だぜ。未来的な武器を駆使した戦闘シーンや、反乱軍と政府軍の壮絶な戦いが描かれているから、アクション好きにもたまらない作品になっているんだ。未来的な武器って、どんなものが登場するの？例えば、ドローンや高度なロボット兵器が登場するんだ。それらが戦場でどう使われるかが見どころだぜ。見ているうちに、未来の戦争の形がどんなものになるのか考えさせられるんだ。それはすごいわね。でも、キャラクターたちの描写も気になるわ。キャラクターたちは、非常に深く描かれているんだ。ジャーナリストたちの決意や覚悟、そして反乱軍の指導者たちのリーダーシップと葛藤がリアルに表現されていて、物語に感情移入できるんだ。それにしても、未来のアメリカで起きる内戦を描く作品って珍しいわよね。どんなメッセージが込められているの？映画は、戦争の無意味さや人々が自由を求めて戦う姿を描いているんだ。アメリカという国がどこに向かっているのか、その問いかけが深く感じられる映画だと思うよ。第7位、オッペンハオッペンハイマーは、原爆の父とも言われる J. ロバート・オッペンハイマーの伝記映画だぜ。監督はクリストファー・ノーラン、主演はキリアン・マーフィが務めるんだ。クリストファー・ノーラン監督の作品って、どれもスリリングで奥深いものばかりよね。ノーラン監督が描くオッペンハイマーの生涯も非常に興味深いものになっているんだ。オッペンハイマーはマンハッタン計画を率いて、世界初の原爆を開発した人物だから、その葛藤と苦悩が映画でどう描かれているのかが見どころだぜ。原爆を開発するという過程で、彼が抱えた葛藤って、想像を絶するわね。まさにその通りだ。オッペンハイマーは、科学者としての誇りと、その発明がもたらす破壊的な力との間で激しい葛藤を抱えていたんだ。そして、原爆が実際に使用された後、その結果に対してどう向き合うのかが、この映画の最大のテーマなんだぜ。戦争のために開発された原爆が実際に使用されることになるという現実を、オッペンハイマーはどう受け入れたのか、気になるわ。オッペンハイマー自身も、原爆の開発が終わった後、その使用に対して強い後悔を感じるようになるんだ。それが彼の人生にどんな影響を与えたのか、映画では深く掘り下げられているんだよ。原爆を作ったという事実が、彼にどんな心の葛藤をもたらしたのか、非常に重いテーマね。その葛藤が、映画全体に深みを与えているんだ。特にオッペンハイマーが仲間たちや政府との関係でどう変わっていくのか、その心理描写が非常にリアルに描かれているぜ。心理描写が深いなんて、見る者を引き込む力がありそうね。キリアン・マーフィの演技にも注目したいわ。キリアン・マーフィは、この役のためにかなりの準備をしたんだ。彼の演技は本当に圧巻で、オッペンハイマーという人物を深く理解させてくれるんだよ。
映画としても非常に重要な作品になりそうね。ノーラン監督らしい緻密で緊張感のある演出が期待できるわ。間違いないぜ。この映画は歴史的な事件をただ描くだけでなく、その背後にある人間ドラマをしっかりと表現しているから、見る人に強い印象を与えるだろうな。オッペンハイマー。2024年の映画の中でも間違いなく外せない作品ね。第6位、インサイド、ヘッド2。インサイドヘッド2は、あの感動的でユニークなピクサー映画の続編だぜ。前作では、11歳の女の子ライリーの心の中を描いて、感情がどんな風に働いているのかを面白く学べたけど、今回はライリーが思春期を迎え、心の中にも新たな感情が登場するんだ。思春期か。ライリーも成長していくんですね。それじゃあ、心の中の世界はどう変わっているの？ライリーが大人になる過程で、心の中に新たな感情が加わるんだ。例えば、不安や嫉妬なんかの感情が新しく登場するんだぜ。それはちょっと怖い感じもするわね。でも、そういう感情ってどう扱うべきか、映画で描かれているのかしら？映画ではその感情たちがライリーの心の中でどんな風に働くのかがしっかり描かれているんだ。不安や嫉妬という感情がどう生きていく上で重要になっていくのかを、わかりやすく教えてくれるんだぜ。なるほど。感情をどう乗り越えて成長していくのかがテーマになっているのね。ライリーの成長を通して、私たちも学べることがたくさんありそう。その通り、心の中のキャラクターたちは、これまでよりもさらに個性的で、それぞれの感情がどう仕事をしているのかが面白く描かれているんだ。それは楽しみ。でも、前作の時もキャラクターたちが個性豊かだったから、今回もきっと魅力的なキャラクターが出てきそうね。もちろん、前作の感情たち、例えば、喜びや怒りのキャラクターも引き続き登場するけど、新しいキャラクターたちが加わることで、さらに映画が賑やかで楽しくなっているんだぜ。新しいキャラクターたちの登場も楽しみね。でも、この映画、ただ感情を描いているだけではなくて、どんなメッセージが込められているの？この映画のメッセージは、感情のすべてが重要で、それぞれが私たちの成長を支えているということだよ。不安や嫉妬など、ネガティブに思える感情も、実はライリーを強くしてくれる大切な感情なんだ。感情を受け入れることの大切さを教えてくれる映画なんですね。ますます見たくなったわ。映画を見ることで、感情について考えさせられるし、自分自身の気持ちに向き合うきっかけにもなるだろうな。第5位、キングダム、大将軍の帰還。キングダム大将軍の帰還は、原康久の人気漫画、キングダムを実写化したシリーズの最新作だぜ。前作に続き、戦国時代の大迫力な戦闘シーンと、深い人間ドラマが展開されるんだ。戦国時代を舞台にした映画って、いつも迫力満点よね。今回はどんなストーリーが展開されるの？今回は、秦が新たな戦場で、仲間たちと共に大将軍として活躍する姿が描かれるんだ。さらに、彼の成長とともに、戦争の中でどんな決断を下すのかが大きなテーマになるんだぜ。秦が大将軍として活躍するのね。その成長を見るのが楽しみだわ。秦がどんなリーダーシップを発揮するのかが見どころの一つだ。彼がどんな戦術を使って仲間たちと共に戦っていくのか。その中で仲間たちとの絆がさらに深まるんだぜ。仲間との絆が描かれるところが、戦争映画の大きな魅力よね。それにしても、戦闘シーンがどんな風に描かれているのか気になるわ。戦闘シーンは本当に圧巻だ。IMAX カメラを使用した撮影で、戦の迫力がものすごいんだ。弓矢を使った戦闘や、大軍を指揮するシーンが観客を圧倒するぜ。それは迫力満点。本当に戦の臨場感を感じられそうね。でも、戦争の描写だけでなく、人間ドラマもしっかり描かれているのかしら？もちろん、キングダムの魅力は、戦闘だけじゃなくて、キャラクターたちの成長や苦悩が描かれているところだ。秦だけでなく、彼の仲間たちや、戦の中で立ちはだかる敵キャラクターたちの個性が、物語をさらに面白くしているんだ。それなら、ただの戦争映画じゃないんですね。
キャラクターたちの深い内面を描くことで、物語にさらに感情移入できそう。その通りだぜ。特に、シンと彼の仲間たちとの絆がどんどん強くなっていく様子が描かれるんだ。仲間を思う気持ちが戦の中でどう生きてくるのか。それが物語を感動的にしているんだ。戦争の中で成長する仲間たちの姿を見ることで、私たちも勇気をもらえそうね。まさにその通りだ。キングダム大将軍の帰還は、戦争の悲劇を描きながらも、希望と仲間との絆を感じさせてくれる作品だよ。第4位、ラストマイル。ラストマイルは、2024年に公開されたサスペンス映画で、ブラックフライデー前夜に起きた連続爆破事件を描いているんだぜ。物流センターで起きた爆発事件を、エレナという新センター長がどんな風に対処していくのかが物語の中心になっているんだ。連続爆破事件？それはかなり緊迫した状況ね。この映画、どんなキャラクターが登場するの？映画の主人公は、物流センターの新センター長エレナ。彼女は、日本支社の西武蔵野ロジスティクスセンター LC で発生した爆破事件に直面し、部下と一緒に対応していくんだ。エレナは、最初はその事件の影響で迷いながらも、次第にリーダーとしての責任を果たしていくんだぜ。エレナがリーダーとしてどんな行動をとっていくのか、すごく興味が湧くわ。それに、映画の舞台が物流センターっていうのも新鮮ね。その通り、タイトルのラストマイルは、物流の最後の区間、つまり商品が最終的に消費者に届く最後の部分を指しているんだ。物流の大切さと、センター内での緊迫した状況がうまく描かれているんだぜ。物流の裏側を描いたサスペンスって、普段あまり見ない視点ね。でも、事件の背景はどうなっているの？事件の発端は、ブラックフライデー前夜に西武蔵野 LC から配達された宅配便が次々と爆発するところから始まる。最初の爆発で1名が死亡し、複数の負傷者が出るんだ。その後、エレナと部下の梨本幸が事件を追っていくんだけど、警察との協力が必要になり、事件の解決まで非常に緊張感のある展開が続くんだ。爆発事件の背後に何があるのか、ますます気になるわ。特に、エレナの過去や彼女の人間関係がどんな影響を与えるの？エレナの過去にも秘密があるんだ。彼女は、かつて山崎という人物の件で告発しようとしていたが、その恋人との関係に悩み、過去を引きずっているんだ。それが事件にどう関わってくるのかが大きな謎となっているんだぜ。エレナが抱える過去とその葛藤が物語の中で重要な役割を果たすのね。それにしても、登場人物たちの絡みが複雑で、どんな結末を迎えるのか非常に気になるわ。結末に向けて、エレナは大きな決断をすることになるんだ。最終的に、事件の真相が明らかになった時、エレナの内面の変化とその後の責任が観客に強く印象を残すんだぜ。映画を通じて、単なる事件の解決以上に、人間ドラマや成長を描いているのね。ラストマイルは2024年のサスペンス映画の中でもかなり注目作になりそう。その通りだぜ。事件の裏側に潜む真実と、それを解き明かす過程にどっぷりと引き込まれること間違いなしだ。サスペンス好きにはたまらない映画だと思うよ。第3位、名探偵コナン、100万ドルの道しるべ。おお、コナンの最新映画がランクインだな。この映画は、北海道函館市を舞台にした大冒険だぜ。怪盗キッドが予告状を送り、尾上財閥の財宝を狙ってくるんだ。怪盗キッドが関わる事件なんて、スリル満点よね。でも、どうしてキッドは宝石じゃなくて刀を狙ったの？それが、事件の鍵なんだ。キッドが狙うのは、土方歳三ゆかりの脇差し二振り。ビッグジュエルを狙うはずのキッドが、なぜ刀を狙ったのか、警察も疑問に思っているんだぜ。なるほど。普通の宝石じゃなくて、刀に注目するって、やっぱりキッドはただの泥棒じゃないわね。ちなみに、コナンたちはどんな風に事件に関わるの？コナンや平次、カズハたちは、剣道大会のために函館に来ているんだ。その大会で、
カズハは居合のパフォーマンスを披露した大学生福代聖と出会うんだけど、この福代が物語の重要な人物なんだ。福代聖が重要な役割を果たすのね。平次はカズハに告白するために絶景ポイントを探しているのね。でも、何か邪魔が入りそうだわ。実は、カズハの恋敵である大岡もみじも、平次の応援のために北海道に来ていて、カズハの告白を妨害しようとするんだ。それは面白い展開ね。でも、肝心のキッドの事件はどうなっていくの？キッドの予告が当日、平次がキッドの変装を見破り、追い詰めるところで事件は大きく動き出すんだ。平次はキッドが盗んだ刀を取り戻すが、その後の展開で、キッドのシラフが工藤新一通り二つだと気づいて驚くんだ。新一通り二つ。それは驚くわ。でも、その後、事件はどう進展するの？それから、函館の倉庫街で、尾上財閥の顧問弁護士が殺されるんだ。しかも、彼が持っていた刀が盗まれていたことが判明する。その刀は、尾上家の宝の手がかりだと言われていて、警察は事件を追うが、やがて犯人としてブライアン・D. 門倉が浮上するんだ。尾上家の宝の手がかりとなる刀が、そんな大きな事件につながるのね。でも、その刀はキッドによって盗まれたって？キッドは刀を盗んだ後、謎の剣士に襲われるんだ。その剣士は、黒い狐の面をつけていて、キッドが追っていた事件の背後に隠された秘密を明かしていくんだ。面白い展開だわ。キッドがさらなる謎を解き明かし、コナンと平次がその手助けをするなんて、まさにコナンの魅力が詰まったストーリーね。その通りだぜ。最終的に、刀をめぐる争奪戦が熾烈になり、コナンと平次がキッドと協力して事件を解決に導いていくんだ。第2、サムライタイムスリッパ。サムライタイムスリッパーは、幕末の会津藩士高坂新左衛門が現代の京都にタイムスリップしてしまう物語だぜ。高坂は、家老から密命を受けて長州藩士を討つために京都に向かうんだけど、戦いの最中に落雷によって現代に飛ばされるんだ。落雷で現代に来てしまうなんて、びっくりね。高坂はその後どうするの？高坂は、時代劇のロケ地として使われている寺で助けられ、記憶喪失だと思われてそのまま居候するんだ。その後、時代劇のエキストラとして参加し、切られ役としての経験を積んでいくんだよ。現代で切られ役として活躍することになるんですね。でも、どうしてそんなことを始めたの？高坂は、現代に来たことで自分の居場所を見つけようとするんだ。最初は混乱していたけど、時代劇の撮影を通じて自分の存在意義を見つけ、プロの切られ役として活躍し始めるんだよ。その後、高坂はどんな展開に？その後、10年前に時代劇から卒業したスター俳優風見恭一郎が主演する新作映画の制作が決まるんだ。なんと、風見から指名されて、映画の準主役に抜擢されるんだよ。風見がどうして高坂を指名したの？実は、風見は高坂がタイムスリップ直前に撃とうとした長州藩士山形彦九郎だったんだ。二人はその後、映画を通じて心を通わせ、過去の因縁を乗り越えていくんだ。それは驚きの展開ね。最後に、二人はどうなるの？映画の最後のシーンで、二人は真剣を使って本気の戦いを繰り広げるんだ。撮影中に、戦いの中でお互いに信じる道を進む決意を固めるんだぜ。高坂は現代で新しい人生を見つけ、風見は過去を乗り越える。二人の成長と決意が描かれる素晴らしい作品ですね。第1、グラディエーターズ、英雄を呼ぶさて、いよいよ第1位の発表よ。2024年公開のグラディエーター2英雄を呼ぶ声が堂々の1位にランクイン。おお、待ってました。グラディエーター2は、あの名作、グラディエーターの続編だぜ。前作の壮大なストーリーを引き継いで、さらにスケールアップした内容で再登場するんだ。グラディエーターは本当に心に残る作品だったわ。今回はどんな物語が展開されるの？今回のグラディエーター2では、前作の主人公マキシマスの息子が登場するんだ。彼は父の意志を継いで、ローマ帝国の力を取り戻すために立ち上がるんだよ。それはまた壮大な話になりそうね。
息子が父の足跡を追っていくんだ。その通り、息子は、父の死後、ローマ帝国の権力争いに巻き込まれながらも、自らの英雄としての運命を受け入れて戦うんだ。家族の復讐と正義を求めて、数々の試練に立ち向かっていくんだよ。復讐の物語というのは、どこか心に刺さるものがあるわね。でも、この映画の中で特に注目すべきキャラクターは誰かしら？もちろん、主人公の息子がメインになるけど、今回新たに登場するのは、ローマ帝国の将軍や政治家たちだ。彼らの力関係や裏切りが物語をより複雑にしていくんだ。なるほど。政略や裏切りの要素も加わって、単なる復讐劇ではないってことね。それにしても、アクションシーンはどうなの？アクションシーンはもちろん迫力満点だぜ。特に、ローマの闘技場で行われる壮絶な戦闘シーンは、前作を超えるレベルで描かれているんだ。戦車や兵士たちが繰り広げる戦いは、まさに目を見張るような迫力だ。それは楽しみ。さらにスケールアップした戦闘が見られるなんて、期待が高まるわね。でも、前作の影響も大きいと思うけど、どうやってその続きを描いているの？続編にふさわしく、前作の感動やテーマをしっかりと引き継いでいるんだ。家族愛や正義の力、そして英雄としての道を歩むために戦う主人公の姿が描かれている。前作のファンも納得できるように、壮大なドラマと戦闘の両方を楽しめるんだ。なるほど。ただのアクション映画じゃなくて、深いドラマが描かれているのね。それに、主人公の成長や家族の絆がテーマになっているんですね。その通り、グラディエーター2は、前作の名に恥じない壮大な続編で、アクションだけでなく感動的なドラマも詰まっているんだ。戦争や復讐、正義をめぐる物語が心に残ること間違いなしだぜ。グラディエーターアイアイ英雄を呼ぶ声。2024年公開映画の中でも間違いなく最高の作品になるわね。その通りだぜ。英雄の息子がどんな戦いを繰り広げ、父の名をどう引き継いでいくのか、ぜひ劇場で見てほしい作品だな。総評またはまとめ。2024年の映画は、本当に多彩で素晴らしい作品が多かったわね。そうだな。グラディエーター2や名探偵コナンなど、アクションやドラマの大作が観客を魅了したし、個性的な作品もたくさんあった。サムライタイムスリッパーみたいに新しい試みをする作品もあったし、アニメ映画も心に残る感動を与えてくれたわ。特にインサイドヘッド2は感情の成長を描いていて、すごく心に響いたな。2024年はエンタメ性だけでなく、社会的メッセージを込めた作品が増えて、映画の奥深さを改めて感じた年だったわ。来年も素晴らしい映画が公開されることを期待しているぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。